特別二等車誕生の話第5話、車両電車編3、サロ152からサロ455までということでお話をさせていただこうと思います。電車列車に見る特別二等車一等車の変遷ということでお話をさせていただきます。今回は電車二等車一等車の変遷ということで、急行型電車の一等車のお話をさせていただこうと思います。なお今回は直流電車シリーズ&高直流電車のお話になります。今回ですね、急行電車の中のなおかつ直流電車と交流電車用の中のこの車両たちということで今囲ったところですね。こちらの方の車両について解説を加えさせていただきます。お楽しみくださいませ。本格的急行用グリーン車サロ152ということでね、お話をさせていただこうと思います。サロ152は本格的な急行用一等車として昭和36年7月に誕生しました。すでに二等級制になっていましたので、この車両については二等車ではありません。これは客車急行で運転されていた急行なにわと共通運用になる摂津用として製造されたもので、30両が製造されています。特徴は2連のバランサー付き加工式大型窓で、車内は特急車両と同じ蛍光灯をグローブで覆った内装と相まって、その後の急行型一等車の基本となるものでした。乗務室が設置され、内側に出入り口があることから、定員は48名となっており、このスタイルもその後の急行型の標準となりました。完成当初は非冷房でしたが、昭和39年に2両冷房化改造工事が行われています。この後ですね、電車改造されて冷房がね、電車はないですね、一部非冷房がありましたけれども改造されています。この際使用された MG は 20kVA の小型のもので自社のみの給電でした。サロ163、サロ165が誕生すると、サロ152も普通車用サロ112に電車改造されてしまいましたが、加工窓が災いして早期に廃車されてしまいました。次に計画だけで終わった163系とサロ163の話をね、させていただこうと思います。サロ163は163系として計画された電車でしたが、一等車であるサロ163しか製造されませんでした。これは153系の高出力版 MT54-120kW で、主に平坦線用には163系を、勾配線香を中心とした区間には翼速制動、ノッチ戻しを装備した車両として165系が当てられました。165系から翼速の制動やノッチ戻しの機能を省いたものが163系ですけれども、この場合165系で同備する方が将来的な転用などでは有利となるため、サロ以外は製造されることはありませんでした。サロ163は東海道新幹線開業で大来線にリクライニングシート付き一等車が同備されることから、サロ152型の不足を補う目的で、1964年12月より一等車サロ163、1から7として申請されています。外観はサロ152とほとんど変わらず、内装もほぼ同じでした。ということで違うのは台車ぐらいですかね。163とは名乗っているものの、ほとんど153系といっても過言ではない車両でした。急行型電車を代表格サロ165、国鉄急行型一等車の標準サロ165。サロ165は1963年から1969年にかけて134両が製造されました。外観内装ともサロ153と同じですが、加工窓は腐食が激しかったことから、2段ユニット窓に改造される車両が多数発生しました。なお、165系から169系の改造。サロ165のうち、横ガル対策工事と協調運転用引き通しジャンパー線の追加や横ガル対策工事、空気板へのパンク、台枠の強化などを行った19両が、サロ169に改造されています。サロ165はグリーン車の最大両数を数えることになりますが、1963年、64年製造の車両は非冷房で、1965年以降は冷房装置搭載で誕生しています。
こちらの方ですね、河口までからユニットまでの街道ということで、そういうイメージをね、ちょっと書かせてもらいました。国鉄では河口窓を採用したものの、雨水の処理がまずく、水抜き穴が十分でなかったとかね、ステンレスなどの腐食に強い鋼板を採用しなかったっていうこともあって、腐食が著しく、サル150にはもとより、サル163も早期に廃車。サル165では上段下降下段上昇ユニット窓による改悪工事が実施されました。右の図のような感じですね。本当に正直言ってこれね、見た目むちゃくちゃ悪かったです。はい。次にですね、高直流電車用サロ451と450号ということでね、お話をさせていただこうと思います。高直流電車用としては、サロ451とサロ450号が製造されました。サロ451とサロ450号の違いは、翼速ブレーキの引き通しの有無であり、周波数の関係はありませんでした。一覧にすると以下のような分類ができるかと思います。ということで、こちらの方ですね。サル451とサル455の対応表みたいなね、感じで書かせてもらいました。モハ451、モハ471ですね。もしくはモハ453、モハ473のと連携するのはサル451。モハ455、モハ475、並びにモハ457ですね、最終型の。これとが、突合するのはサル455みたいなね、そういう感じでしたそうです。高直流電車用のサロ451、450の話、知ったかぶりということでね、2つ今、下の直流型と高直流型のね、グリーン車の写真出ていますが、サル450号とサル160号を比較すると、一つだけ違う点に気づきませんかということで、そう、グリーン車の帯です。実は高直流電車のグリーン帯は塗り分け線から1センチ離して帯が塗られていたそうです。今回は電車列車のグリーン車でも一番馴染みがあったサロ160号の話を中心にさせていただきました。次回は特急用グリーン車の話をさせていただく予定にしております。どうも最後までご覧いただきありがとうございました。